右手外すことによって左でこう振ろうとするので、体の近いところに引っ張れるはず。割とお客さんでもこっちの方がボール綺麗に飛ぶってお客さん結構多いんですよ。なんで遠心力ってすごいんですよ。皆さんこんにちは、ひがです。お願いします。はい、ということで、今回はですね、ゆっくり軽く振って飛ばす、ということについてやっていきたいなと思います。ゆっくりって何ですか？ゆっくりはスイングのテンポをバンと落とすっていうわけじゃなくて、ゆっくり振って軽く振ってるように見える、ゆっくり軽く振ってるように見えるみたいなスイングをしたいんですよ。で、プロゴルファーのスイング見たことあるじゃないですか。あります。誰かしら、どう感じます？プロゴルファーのスイング。なんかそれこそ軽くっていうか、めっちゃ飛ばすじゃないですか。なのに、そんな感じで腰回すみたいな、ゆっくり回してるイメージはあります。そうなんでプロゴルファーって今言ったように飛ぶじゃないですか、ある程度の距離が。でもめちゃくちゃ頑張ってうわーって振ってるわけではなくて、なんかすごい緩く振ってるっていうか、そういうスイングを楽そうに、楽そうに振ってるっていうスイングを身につけていきたい。はい、ということで説明します。お願いします。ひがもえの YouTube を見ている方限定で e スイングのインストラクターが1時間無料でレッスンさせていただきます。トラックマンでのマンツーマンレッスンなのでみっちりレッスンすることができます。応募方法は概要欄に貼ってあるホームページ、お電話からお待ちしております。ホームページからはご予約フォームにあるゴルフのお悩み、質問の欄にひがもえ無料レッスンとご記入ください。お電話の方はひがもえの YouTube を見ている旨を伝えてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。待ってます。ということで早速説明の方に入っていきますが、ゆっくり軽く振って飛ばすっていうことは、スイングに全部力が入ってないわけではなくて、体の入れる場所、力をね入れるところと、あとはスイング中に力を入れる場所っていうメリハリがあるスイングを目指してほしくて、それをするためにまずは大事なのはアドレスですね。アドレスで後方から見た時に、肩がキュッてこう上がる人、これ何回も言ってるけど、やっぱ力上半身に入る人は肩が上がってるんだよね。これはまず良くない。上に入ったら下に入らなくなっちゃうから、逆ですね。下はちゃんと力入れて、足の指で地面をギュッてこう掴んでほしい。こうギュッてね。でそうするとね、下半身にいつもより力が入ります。で上半身は抜いた状態でまずはアドレスを構えます。でここまでできたら次テイクバック。テイクバックはこの足の指で地面をこうキュッて掴んでいる状態のまんまテイクバック入りたいんですよ。でさらにスイングワークってあるじゃないですか、スイングの円。この円にもメリハリをつけたくて、最初のテイクバックは大きく上げたいので、なるべく腕をしっかり右サイドに伸ばしていきます。こういう状態でハーフから3クォーターに上がる時に、いい時っていうのは左腕よりも右腕の方が上に見えてるはずなんです。見えますよね。見えます。これがバックスイングが小さくなってしまう人っていうのは、肘曲げるのが早いので右腕の方が左腕よりも下に見えちゃうんですよ。これは手上げ、遠くには上がってないので、なるべく大きく上げて、3クォーターの時に右腕の方が左腕よりも上にあるように意識してみてください。でこの時に上半身アドレスからもう力抜いてるので、コックも入りやすくなってるはずだし、体の回転もしやすいはずなので、これ固まっちゃうとコックも入りにくいし、小さくなっちゃうので、アドレスでまずは気をつけることが一つ。で次ダウンスイング。ダウンスイングの時には力を入れ始めるんですけど、この打つまでのこの過程の時に加速しながら当てていくので、下半身は相変わらず力は入ったままなんですけど、上半身はバックスイングでは抜いてるんですよ、力。で真下にかけて力を入れていきたいんですね。ここにこれをボールに向かって力バンって入れちゃう人って、手元がまずそもそも浮くんですよ。浮くっていうのが構えた位置よりもインパクトの時に前に出る。そうするとボールに向かって力入れてるからアウトサイドインだったりとか、インパクトで詰まりやすくなっちゃって、ボールにちゃんとミートしないとかってそういうミスが起きてしまうので、入れる方向は真下だ
ダフりそうって思っちゃう。体が回れば大丈夫なんです、そうなんです。みんなこう真下に下ろすとダフりそうって思うじゃないですか、なんでこの時にはダフりそうな人はダウンスイングは大きく上げたら大きく下ろさないんですね、スイングアークの話に戻るんですけど、バックスイングを大きく上げてダウンを真下に下ろすけど大きくこうやって真下に下ろす人はダフると思う、なんですけど大きく上げて真下に下ろす時にコックはねほどかないので、なるべく体の近いところにこう下ろしてきてほしい、ちっちゃく下ろしてインパクトに入ってくる、ということで今のでダウンからインパクトにかけてのメリハリあるスイングですね、大きく小さくインパクトでバンとこうボールに力を伝えて、ここからフォロースルー、フォロースルーは大きく出していきます、スイングアークは、でやっぱこの時にみんなね言うのは左肘が曲がっちゃうとか言うじゃないですか、ここはドリルするしかない。あ、そうなのもう頑張るしかない。そうなんでね、ドリルしないで無理に伸ばそうってする人って多分できないんですよ、こうやっぱどっかしら力が入ってる上半身に。肘がそもそも引けちゃう人っていうのはフォローで、力が腕に入ってるからこうなっちゃうの。そうですね、入ってなければ普通にこう綺麗なフォローが取れるっていうイメージ。イメージ。この遠心力をそもそも感じてないんですよ、肘曲がる人って。で遠心力感じないってことは多分力入ってるんですよね。なので、ドリルは最後紹介するんですけど、フォローの持っていき方のイメージとしては、ボールがあって打ち出したい方向があるとします、そしたらトップ上げてダウン上げてインパクトに入ってきたら、フォロースルーっていうのはヘッドが目標方向に出てくるような意識で振っていきたいんですよ。打ち出したい方向にヘッドを出す、少しね多分体から離れるような意識になると思う。これをインパクトの後に体の回転とともにこっちに回しちゃうと肘が抜けやすいのね。やりがちみんな。なんでこの体の回転はもちろん止めないし、回り続けるんですけど、ヘッドもこうついてくるっていう意識ではなくて、ヘッドは遠くに出すような意識で目標方向にね放り投げるってよく言ったりするんですけど、感覚としてはこれドリルなんですけど、素振りでやることでいいかなと思うんだけど、右手も一緒に最初握ってていいので、アドレス構えたら上げて途中で右手を離す。そうしたらフォロースルーにかけて離しちゃっていいので、力が入ってなければ遠心力で勝手にフィニッシュまで入れるんだよね、それが力入ってる人ってこう抜けちゃうんですよ、腕で振ろうとするから。でなくて、このスイングの流れに任せていいから右腕を外してみると、このスイング軌道が整ってくるはず。なんで分からない人はもう右手外しちゃう方が正しいフォロースルーだったりとか、ダウンもそう、右手外すことによって左でこう振ろうとするので、体の近いところに引っ張れるはず。左一歩の時こうやっては振りにくいんですよね。近くに通すことによってフォロースルーが大きく出てくるので、左手一本の素振りを皆さんしてみてほしい。重たいから最初はね右手で支えてていいんだけど、途中でもう外しちゃっていいので、これで打ってもいいしね。割と打てます。割と打てる。でもみんな打てる。みんなっていうか割とお客さんでもやって、こっちの方がボール綺麗に飛ぶってお客さん結構多いんですよ。なんで遠心力ってすごいんですよ。なんでやってみてください。ということでやってみます。いきます。これは今どこで手離してるの？感覚的にはもうインパクトぐらいで離してる感じかな。ここから外したら結構女性とかきついと思う。なんで本当にでも右手は触ってるだけ。もうなんか力も何も入ってない。握ってもないぐらいでいいと思う。触ってるぐらいで、上げるのをちょっと重さ辛いのでサポートしてあげて、途中からはもう左手で振ってる。だいぶこっちがね大きいと思うんだよね、フォロースルーが。これでボールを打ってもいいかなと思うので、やってみましょう。すごいかも。こんな感じ。右に出ちゃってますが、割と打つ時は多分素振りよりも右手離すタイミング遅くなっちゃうけど、フォロースルーで外れてれば
大丈夫なので、ちゃんとフォロースルーで遠心力をちゃんと自分の左腕が感じてるかどうかをそれに集中してやってみてほしいかなと思います。フォローがいつもよりも大きくなるはずなので、はい、で今この打ったドリルは、フォローの説明みたいな感じになっちゃってるけど、実際にはちゃんとダウンスイングの練習にもなってて、左腕1本になってるのは、1本だけでやると、大きく下ろそうとするとめちゃくちゃここに力入ってきついんだよね。そうでこれ楽に振ろうとすると大体の方って体の近くに引っ張る動作になってるはずなので、右手が離れてくればちっちゃくなってこの遠心力で大きく出てくるような感覚、で分かりにくい人は、右手も最初から添えなくていいので左手1本だけで上げて振る練習素振りでいいと思うので打たなくてもいいと思います、でビフォーとアフターやっちゃった方が分かりやすい、自分でやってみてね。そう、これがきつい、こっち楽だなって分かりやすいと思うので、やってみてください。はい、じゃあもうやってみましょう。はい、早速萌えにやってみてもらおうかなと思いますので、お願いします。お願いします。一旦素振りからいこうかな。こうで、これってやる時もこのバックスイング大きくする。そうだね。一応意識してほしいですね。こう。から。なんかおもろい。やってる。右手どうしたみたいな。なんでこんな変なことしか起きない。合ってる。これ再現しなきゃいけない。再現。この最後さ。最後フィニッシュ。できる人はやってほしい。こうやって止める？担いでて大丈夫。ここからもう一回フィニッシュいってみて。こうでって言って。もっと手先。こんな感じ。きつ。いますね。ビヨーンって。そううまい。今弾けてたよね。弾けてなかった。わかんない、ごめん。フィニッシュに聞い取られた。伸びてるよ、伸びてる。打てそう？頑張る。やってみるか。結構肩甲骨がいつもより動く感じ。煽ってる。おお、うまい。でも割と当たるでしょ。意外と当たるのいいじゃん。しかもちょっとドロー。スライサーがいいじゃん。でも片手で打つメリットとしては、さっきもちょろっと言ったけど、軌道が整うんですよ。変に力入ってないからアウトサイドインにならないからこうやってボールが捕まり出したりする。ブレてる人はね。なんでいいよ。悪くないこれ。でも一発目の結構割とねこんな感じでみんな打ってくる。上手ですよ皆さん。こっちの方がもはやいいみたいな。みんな言うそれ。片手で打った方がいいんじゃないかな。片手でコース回りたい。嫌だけどね、そんな人。うわー、フォローに集中してもらったらいいから、フォローでちゃんと左腕が伸びてる感覚があるかどうかですね。最初でもドライバーやっててなんか長くてやっぱ振りにくいじゃないですか、片手って。だったらアイアンに下げてもいいし、7番とか8番とかに同じ練習なんで、できない人はアイアンからやってみるのもありかもね。添えるだけって言ってたもんね、それは。そう、上げるのサポートするぐらいで。うまい。できてる。1球目が一番良かった。そう、大体そうだよね、いつもこれでドリルやってなんとなくこう遠心力感じ始めたら、両手でもう次離さずにでも添えてるだけでこう打ってみるとかでもいいのかなと思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、じゃあビフォーとアフターを打っていくんですが、あるあるスイングをビフォー2つやります。まずバックスイングもちっちゃく、ダウンスイングもちっちゃく、フォローもちっちゃく、全部ちっちゃい。やってみましょう。こんな感じ？可愛いんだけどなんかコンパクトだよね。全然飛んでないし。絶対飛ばないでしょ。飛ばす気ないよね。じゃあ、次は大きくちっちゃく。こっちの方が多いかな。
こんな感じ。最後やっぱ詰まってる感じっていうか、フィニッシュがキュッてなってる感じです。こんな感じ。さっきよりは伸びたけど。そうだね。じゃあ次アフターいきます。はい。よいしょ。はい、ということでじゃあ早速ビフォーとアフターで数値を比べていきたいと思うんですが、まずビフォー、これがちっちゃくの時なんですけど、キャリーが 106.9 のトータルが 159.1 のヘッドスピードが 31.5 っていう感じなんですが、大げさにやったにしても飛んでないね。飛ばないですね、このスイングでは。ヘッドスピードも出てないし、っていう感じです。じゃあ次2個目のビフォーが大きく小さく、こっちの方が多いかなっていう感じなんですが、キャリーが 167.2 の 211.9 っていう感じで、クラブスピードが 37.1、さっきのビフォーよりは上がってはいるんですが、これでも自分の最大限のヘッドスピードが出てるわけではないので、距離はロスしてるかなっていう感じです。で次がアフターになるんですけど、キャリーが 109.7 のトータルが 247.7、ヘッドスピードが 40.5 まで上がってて、どれぐらい変わったかというと、1個目のビフォーからしたら、キャリーが100ヤード以上アップ、でトータルが 88.6 アップで、2個目のビフォーからするとキャリーが 42.5 ヤードアップ、トータルが 35.8 ヤードアップっていう感じなんですね。2個目のビフォーと比べてもだいぶ距離は伸びてるんじゃないかなと思いますので、メリハリをつけたスイング、で力を入れるポイントを間違えないようにしてほしいのと、下半身しっかり使って力抜かないように振ることによって上半身が抜けてくるはずなので、アドレスもプラス意識してドリルやってみてもらえるといいかなと思いますので、やってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。いいスイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと、定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。